はい。始まりました。どうも、こんにちは。って、こんばんはか。こんばんは。バドミントンの40代シニア土井です。今日も始まりました。定期的な木曜日夜の22時からのライブ配信です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。木曜日の夜、週の半ばの夜になります。はい。自分はですね、今日はいつものゲーム練習をやっていて、そこであんまり今日はいい感じで、国広さん、国広さん、いつもありがとうございます。辻さん、もうお二人いつも定期的にありがとうございます。お二人とも、いつか砂川さんと国広さん、一回会っていただきたいですね。きっといい交流ができそうなお二人だと思います。ぜひ、どっかで機会作りましょう。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございます。はい。で、今日も本当ゲーム練習はいつもね、了解です。お願いします、国広さん。一回、砂川さんを無印に呼んだ方が良さそうですね。本当面白いけど。ぜひよろしくお願いします。いい交流になりそうです。ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、自分も今日ゲーム練習ありまして、ゲーム練習やってたんですけど、なかなか今日はですね、思うようにいかずに、ちょっといつもよりもテンションが低いかなっていう中での配信になってます。はい。皆さんいかがお過ごしでしょうか。週の半ばですね。で、ちょっと振り返りになるんですけども、先週から今週にかけては、チャンネル登録、新たに5名の方に登録していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、毎回お伝えしてるんですけども、バドミントンの40代シニアのこのチャンネルは、皆さんとお互いがモチベーションを高め合って、バドミントンをお互いがレベルアップできるようなチャンネルにしていきたいと思ってます。自分は、たくさん皆さんからコメント、いいねとかそういうのを励みに頑張る姿を動画に残していき、で、それを見てもらって、なんかモチベーションになったりとか、いい感じのなんか、プレイになんかいい感じにつながってもらえたらいいかなっていうふうに思ってますので、ぜひ新しいチャンネル登録の皆さん、これからも見ていってください。よろしくお願いします。修二、お疲れ様。で、修二さん、先週、ありがとうございました。楽しい、夜過ごさせていただきましたね、修二さん。そんな人怪しいな。男の人と楽しい夜過ごさせていただきましたって怪しいな、なんか。いやいや、夜じゃない、昼からですね、夕方、夜にかけて、本当楽しい飲み会、昼飲み会になりました。修二さん、ありがとうございます。小倉のドリカム、久しぶりに復活しましたね。楽しかったです。これからもぜひやっていきましょうや。また飲み会をどんどんお願いいたします。はい。こちらこそ。ありがとうございます。ちなみに、修二、今週の日曜日、3つのところに練習に行ってきます。よかったら、修二も日曜日、もし時間が空いてたら、3つのところに一緒に行きましょう。お願いします。はい。ということで、始めていきたいと思います。ですね、本日のお酒なんですけれども、ちょっと新しく買ってみました。光ってる、見にくい。ビアボール。先月健康診断に行った時に健康診断に行った病院の中で、これがなんかいいよっていうところで冊子に載ってたんで買ってみました。早速ビアボール。そしてそのビアボールっていうのがなんかあれなんですよね。割って炭酸水と割って飲むビールっていう風になってるらしいので、これ早速飲んでいきたいと思います。ちょっと今飲んでるビール一回開けます。で、氷はなくても、もうこれ冷やしてきたので、一旦このまま。で、国広さんから教えていただいた大丈夫だ割りをやっていって、1対7の割合とかって書いてあるんですよね。ちなみにこのアルコール度数 16% って書いてます。やばい、これちょっとやばい。蓋がない。で、買ったら、このなんかビアボール専用の蓋っていうのがついてきて、
で、空いた分はこの蓋でキャップして保存っていう感じになるらしいです。はい。ということで、まだ大丈夫の割にもう一個ちょっと炭酸水入れなきゃいけない。ってことで、割っていって、さあ、本当ビールの味になるんですかね。どうなんでしょう。わかんないけど、一旦これで飲んでいきたいと思います。今日のお酒。じゃあ、週の半ば木曜日。これから週末にかけて皆さんまた頑張っていきましょう。でも、まずねぎらいましょう。今週よく頑張っていった自分、今日もよく頑張った自分、ねぎらって、乾杯。思ったほどビールですね。結構思った以上にビールになってますね。これ面白い。ビールだ。面白いな。これビールですよ、これ。本当にビールだ。ちょっとリアクションに困るのは食レポできないとあれだけど、結構ビール感ありますよ。ちょっとおすすめですね、ビアボール。あら、意外になんか全然、もっとなんかこう、ホッピーみたいな感じなのかなと思って、これ、本当にビールだ。うん。よかったら一回試しに買ってみてください。確か600円か700円ぐらいで売ってました。で、これ1本で17杯ぐらいが作れるらしいです。なので、経済的にもいいよっていうやつでした。よかったらよろしくお願いします。はい。ということで、今日の配信の内容です。4つあります。で、今言いました本日のお酒、これです。ビアボールです。で、今日もざっくりしか書いてないですね。報告1、報告2、そして今週の動画っていうふうになってます。ということで、早速、報告1からお伝えしていきたいと思います。なんかYouTube で報告とかなんかご報告がありますみたいな、こんな感じの動画なんかあったりして、なんなんみたいな。なんなんって気になるような感じのところはあんまりこう出したくないので自分はなんか釣りみたいなのが嫌なので、さらっとこう報告っていうふうに題名にも載っけたぐらいの報告になってくるんですけど、いつの配信かちょっとわかんないんですけど、修二さん、乾杯。ありがとうございます。乾杯です。ありがとうございます。そうですね、このライブ配信を始めていって、でそのライブ配信の中でコメントをいただいた方の中から、全日本シニアに出る前に、よかったら土井さんなんか土井さん主催の大会とか作ったらいいじゃないですかみたいなことをコメントでいただいてたんですよ。その全日本シニアの前に大会がなんか出れたらいいよねっていうことをこう話していた時にですね、なんか土井さんがなんならこう主催した土井さんの大会作ったらいいじゃないですかっていう話をそのコメントの中でもらってたやつの流れからですね、土井主催のシニアのシングルスのゲーム練習会っていうのを先週の日曜日に開催しました。早速ここでのいただいたご意見をもとに。で、それがすっごい好評すぎて楽しかったっていうご報告になります。ただそんだけかみたいな感じですけどね。でもこれがすごいやっぱね、特殊なんですよね。特殊でした、今回は。特殊すぎて面白かったし、面白く、すごい喜んでもらえたゲーム練習会でした。何が特殊かっていうと、まず、21点、3ゲーム制のマッチ、3ゲームちょっと時間が取れそうにないから、21点の2ゲームのシングルス練習会をしましょうって言って、声をかけたのが、自分と似たり寄ったりのレベルの人たち、プラス、年代も30代、ほぼほぼアラフォーですね、34歳から上は46歳までの、もう福岡県内でシングルスが多分好きそうだろうなっていう、福岡県のこの年代別の大会とかにもよく出てきそうな感じのメンバーを募ったところ、速攻でメンバーが集まったんですよ。みんな植えてんだなって思ってね、なんかね、びっくりやったですね。はい。そんな
3、40代のメンバーを集めて21点の3ゲーム、ほぼほぼ3ゲームマッチっていうので、2コート、2コートですね、2コート作って、取って、2コートの体感取って、そこに8人集めて、で、3時間ぐらいですね、シングルスの試合をやっていたっていう報告になります。ですっごいそれが楽しかったのが、なんかこういうイベント的に集める練習会とかっていうのは、まあ多分いろんなところであるっちゃあると思うんですよね。あるっちゃあると思う。みんなで集めてよかったら練習会しませんかとかっていう案内とかっていうのは、まあまあまあ、ちょいちょいどっかこかでやってるだろうなって思うんですけど、シングルス21.3ゲーム、3、40代の男たち、このね、メンバー構成はね、なかなかないんですよ。そしてそれに、すぐに乗ってくれる人たちっていう、この4つ。いや、ほんと面白かったですね。でやっぱね、40代、30代の人たちって、最初集まった時ってなかなか顔は知ってるな、みんなそこそこ知ってるけど、まあ、あんまり大会の中ではね、まあ、そんな挨拶したり、ちょこっと話したりするぐらいで、改めてこうやって練習する場でみんな集まることっていうかなかなかないんですよね。シングルでとか言って。そんな人たちが集まったから、最初はそんなになんかわーって盛り上がるっていうよりも、なんかどっちかっていうと真剣なモードでも、なんかがっつりやるぜ俺らみたいな感じのノリで、真剣にやってた人ももちろん真剣にずっとやってたんですけど、でそっからやっぱね、だんだんなんかね、同じ、みんなできついシングルスをみんなでやりながら、なんていうんですかね、男同士の勝負みたいなところの中から、なんかね、妙な連帯感だとか、絆だとか、なんか思いを共有するみたいなこととかが、いろいろ入り混じっていって、だんだん盛り上がっていく。で盛り上がっていって、なんか球が決めたらわーわー言ったりとか、決められてわーわー言ったりとか、試合勝った負けたとかでわー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 盛り上がっていく様とかっていうのが、なんかね、微笑ましいんですよね。おじさんたち、3、40代、特に40代ばっかり出すのほとんど、40代の人たちが、こうやってキャー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 言って、なんか盛り上がっている様っていうのは、結構見てて、失礼だけど可愛らしいっていうか、自分も含めですよ。自分も含めてだけど可愛らしく、そしてなんか微笑ましいなっていう、最終的にはそのシングルスの練習会になったっていうね、報告になります。一応この間 YouTube の投稿の方にも送ったんですけど、写真を。最終的にみんな試合が終わって、じゃあ最後にすみません、集合写真撮らせてくださいとか言ってで、集合写真撮った様は見えるかな結構みんな笑顔でね、最後に終わってってくれたんですよ、こうやって。もう一人本当はいたんですよ。だけど、1試合目の途中で腰が悪くなって、ちょっと今から整骨院に行くんですいません、ここまでにしてくださいって言って帰っていったっていう感じです。いやー、メンバーそれぞれでしたね、このメンバー、本当。こうやって、今こうやっても振り返ってもなんか思い出し笑いするぐらいに、なんかすごい楽しい練習会になっていきました。多分こんな練習会ってなかなか日本全国で探してもないんじゃないですかね。シングルス21.3ゲーム練習会、プラス3、40代のシニアが集まってやるとかっていうことってないと思うんですけど、これ、今回参加した人たちから、できれば継続的に、定期的に開催してくれっていう話をいただいたもんで、11月また全日本シニア前に1回やるのは決めてたんですけど、そこから来年もですね、自分の気まぐれにはなるんですけど、自分のやりたい感じで、主催して開催していこうかなっていうふうに思ってます。自分的にも、今までトトス北九州、NPO 法人トトス北九州の事業とかっていうのを、いろいろ新しい事業をやっては続けれそうなものは続け、もうこれ無理だなって思ったものはやめて、そういう繰り返しがあって、
今結構落ち着いてるんですね、事業自体が。新しい事業をするっていうよりも、今ある事業を、事業の充実化みたいな感じでやってて、そんなに新しい事業を今、企ててやってるっていう雰囲気じゃないんですよね。で、そんな中で、今回初めて、事業っていうよりも、本当、自分がただ好きでやっただけのことになるんですけど、新しいコンテンツを作れたことっていうことに対してもすごい自分は嬉しいっていうか、喜びがあるような事業になりました。で、これを事業化すると、やっぱり少しお金をいただいてっていうふうになるところは、どうかなとか思ったりするので、できれば自分の個人的なただの楽しみっていうか、自分のレベルアップ、スキルアップのために、これからもやっていこうかなっていうふうに思っている、今回のこの事業、ここの YouTube から生み出していった、シニアシングルスの練習会になります。ということになります。これが1番目の報告です。だから皆さん、見ていただいている皆さんのおかげさまで、今回、こうやって、新しいコンテンツ、そしていい思いさせていただきました。本当ありがとうございました。またそういう、結構一方通行的にライブ配信やってるんですけど、その中で、こんなことしたらどうですかとか、これはどうでしょうみたいな提案とかあれば、ぜひぜひ、コメント残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ちょっと一旦飲みますね。本当ビールだ、これ。本当にビールだな、これ。で、今日も、できればなんていうんですかね、こういうアイコンみたいなやつを送ってもらえたりすると、この人が来てるんだな、みたいなのが出てくるので、ぜひ、とか、いいねもですね、押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということで、次、報告2番目です。で、報告2番目がですね、これ1番目の方はもうやっちゃったことの報告なんですけど、今度2番目の方は、今週こんなことを実はやるんですよっていう報告になってきます、今回は。今週ですね、韓国からお客さんが来て、で、トトスの土曜日の実業団の練習に参加してくれて、そこでコラボ動画を撮りましょうっていう話になりましたっていうご報告です。コラボ動画です。初のコラボ動画です。コラボ動画、誰かって韓国人ですっていうのが初のコラボ動画です。どういうつながりかっていうのをちょっと説明していくと、その方は韓国の元、韓国代表選手で、おそらく30代かな、若い女性の方なんですけど、その方が来て、その方の YouTube チャンネルもあって、で、私の YouTube チャンネルとのこのコラボ動画っていうふうになってきます。で、その方と出会ったきっかけっていうのが、まだ出会ってないな。まだ出会ってないんですけど、知り合ったきっかけっていうのが、Twitter なんですよ。で、今年の1月ぐらいから、韓国の方が Twitter 始めたタイミングで、ツイッターに片言の日本語っぽいけど、この人韓国人やろうかみたいな人が載ってるなー、上がってきたなーって思ったんで、ちょっとコメントをして、で、フォローして、いいねしていったら、繋がっていったんですよ。で、その人のプロフィール見たら、元韓国代表選手、2010年の韓国代表選手で、今は、多分バドミントンのレッスンのコーチをしてたりとか、多分自分でバドミントン体育館を持ってる人なんですよ。何面だろう。結構広そうだったですね。多分4面ぐらいありそうですね。の体育館を持ってて、そこでレッスンして、で、自分のチームがあって、で、これその人からもらったんですけど、こういう、見えない。これロケットスマッシュっていう、こういうバドミントンのアパレルを自分で作って販売してるっていう、バドミントンを仕事にしてる人になります。で、ちなみにちょっと補足なんですけど、自分が昔トトスのアパレルを韓国本社、日本支社で自分がトトスのアパレルやってた時には、確かですね、韓国の方は日本みたいに検定合格っていう
多分システムがないんですよね。日本だったら検定合格審査品じゃない、検定合格受かった品、合格品じゃないと公式の大会では着れませんよとかっていうユニフォームだったりとかってあると思うんですけど、韓国は多分そのシステムがないっぽくって、これもなんかユニフォームですっていうふうにカウントされるっぽくって、で、これとかでも、この人のチャンネル見たら、これで大会出てたりする場面とか結構出てきますね。で、これもなんかユニフォームです。ユニフォーム、土井さんプレゼントしますって言ってもらったやつになります。実際に5月の国際大会の時にこれ着て試合に出ました。で、それでツイッターでその方とつながって、ちょいちょいこうなんかやり取りする機会があったりしてやり取りしてたんです。で、自分も5月にずっと韓国に10日ぐらいいたから、その時とかでもこうやり取りしていってたんですけど、で、そこからですね、土井さんのいる日本の福岡にちょっとバドミントンしに行きたいですっていう話を夏場ぐらいにいただいて、で、そこからですね、少しずつ話を詰めていって、で今はその方があまり日本語上手じゃないらしいので、その方の友達の日本語が上手な人と自分がちょっとやり取りしていって、で、そこで、今週のじゃあ土曜日の夜の練習に行きますと。韓国人の女子3人で行きます。で、その行った時に、ただ行って練習して帰るっていうのもちょっともったいないところもあるので、来ていただいて、試合もするし、交流もするし、で、終わったら、ご飯食べ行きましょうとか言ってご飯食べ行くって約束もしてるんだけど、せっかく YouTube やってる同士が会うんだったらコラボ動画作ったら面白そうじゃないみたいな話を自分から提案していったところ、ぜひやりましょうみたいな話になって、で、コラボ動画を今回作る運びになりました。なっちゃいました。でちなみに、向こうの人のチャンネル登録者数も700人ぐらいで、自分のチャンネル登録も今587ですね。なんで大体そんな似たり寄ったりぐらいの登録者数の小さい規模のチャンネルなんで、ちょうどお互いなんかいい感じだなっていうところもあって、今回提案してみた次第です。で、どんな内容を取るかっていうのは、話もしてたんですけど、そっちの韓国の人はもうしっかりコーチとしてやってる本業の人なんで、で、ゲーム大会とかもいろいろ出てて、ゲーム動画をたくさん撮ってるので、トトスに来て、できた中でのゲーム動画とかを撮ろうかみたいな話になってます。で、自分のチャンネルってその試合の動画ばっかりじゃなくて、どっちかそうじゃなくて、このチャンネルってバドミントンの40代の、シニアが一生懸命頑張ってる姿とか、きつい練習取り組んでる姿を励みになんかチャンネル登録していただいてる人もいると思うので、そっち方面のチャンネル、動画を撮ろうっていう話になってて、で、韓国のその方が来ていただいて、で、韓国のその方から自分が特別訓練っていう話してるんですよ。特別訓練を受けるっていう動画を撮ろうってみようかっていう話になってます。で、自分も、ご存知と思うんですけど、20年ちょい前は韓国に半年間住んで、韓国でバドミントンの留学をし、韓国のバドミントンにどっぷりと使って、で、そのおかげで今があるっていう人なんで、久しぶりに韓国の、なんていうんですか、韓国的な練習ができるっていうのがすごい楽しみだったりするし、韓国的な指導を受けれるっていうのも楽しみだったりするし、それがすごいきつい練習になると思うんですけど、それを、久しぶりに体験できるっていうのもなんか嬉しいなっていうふうに今思ってるところなんですよ。で、向こうからもその特別訓練どんなことがしたいですかって。訓練って言ったらなんか変な感じしますね。日本の人で訓練とか言ったらなんか軍隊かみたいな話になるんですけど、でも本当に韓国の中では練習とかっていう表現はあまりしなくって、バドミントンの練習するとかってバドミントンの運動をするみたいな、運動をするっていう表現になったりとか、で、冬場にきつい練習する期間のことを訓練ってやっぱ表現したりとか、そういう感じなんで、特別のなんていうんですか、特別な意味じゃなくて、普通に使うワードになってますね。訓練とか、運動。
で、練習とかっていうワードはあんまり使わないので、どっちかってそんな感じで表現していって、で、それで特別訓練何しますか、何がしたいですかって聞かれて、自分はじゃあせっかくなんでと思って、最近今年ずっと課題としてる一歩目の強化がしたいですとか、最近ちょっと気になってるネット前のタッチを早くしたいですとか、レシーブのタッチを早くしたいですとか、そんなところをお伝えしていって、でそれを元に、コーチのその韓国の人が練習内容を考えてくれて、で土曜日に来て、自分にその練習をするっていうことは今のところ決まってます。決まってます。で、その動画を今週土曜日撮ったら、どうですかね。早くて来週の土曜日ぐらいに公開できるかなとかっていう風になってきます。で、ちなみに、そう。そのコーチがですね、韓国の方がですね、なかなかの人なんですよ。これは多分、全然上げてもいいのこれも。どんな人かっていうと、これツイッターのプロフィールなんですけど、見えるかな、こんな人なんですよね。こんなんした方がいいのかな。で、なんと、パッと見、男の人とかっていう風に見えるけど、もうほんと綺麗に女の人で、かっこいい女の人って感じですね。で、ロケットスマッシュって書いてる感じなので、スマッシュがめちゃくちゃ速い。めちゃくちゃ速いです、スマッシュが。動画でしか見てないけど、この人の動画見る限りでは、すごい男子っぽいダブルスの、だけど器用な男子のダブルスのスマッシュが速いっていう女性です。この人と本当対戦もできるのかな、ダブルスだけど、楽しみかなっていうふうに思っているところになります。で、それが今週の土曜日のご報告というふうになっていきます。動画はまた後日改めてアップするので、ぜひぜひこちらの方も見ていってください。よろしくお願いします。はい。いや、先週の動画、ライブ配信ですかね。先週のライブ配信、結構自分の、なんていうんですかね、奥底に眠ってるような、あんまり普段、なんていうかな、柔らかい話ばかりして、なんか、硬いじゃないですね。吠えることもあんまりしないんですけど、先週のライブ配信は結構吠えましたね、今思えば。それからすると今日だいぶおとなしい。やっぱり、おとなしいな。でも、あんまり吠えすぎるのも良くないなっていうのもあって、今日はちょっとのんびりこんな感じで語ってます。でもね、たまにはね、自己主張するライブ配信があってもいいかなと思って、良くないものはやっぱり良くないし、いいなって思うところはいいなって思うし、で今までは良かったこととか、こんなことやるんだよとかっていうのばっかりだったけど、たまにはやっぱり、いやいやいや、それは言っちゃいけねえし、やっちゃいけねえよね、みたいなことも言うべきだなっていうふうに思いますね。この世の中。どんなことっていうのは、前回のライブ配信の中盤から後半にかけて見ていただけるとありがたいですので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日はちょっと、ポンポン早いテンポで進んでますけど、最後ですね、今週の動画になります。今週の動画です。いいね3ついただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。いいねがね、前回、そしてね、やっぱ、ああやって吠えたけがわかんないけど、なんかね、いいねがめちゃくちゃついていただいてますね。本当ありがとうございます。でも今日も3つありがとうございます。ありがとうございます。そう、ああやってね、やっぱ自己主張する動画とかの方が、かえってね、やっぱね、見ていただける方も多いと思う。で、またタイミング見て、いや、自分はこう思うから、こういうことやっぱ言っちゃいけないよね、やっちゃいけないよね、みたいなことも、やっぱりこれからも伝えていきたいところもあるので、言っていこうと思います。なんかね、今まで自分はどっちかっていうと謙虚に生きていこうっていうのがモットーでやってきたんですけど、でも、44年間生きてきて、案外もう生きてきた年数っていうのは、まあ、
先週は力が入ってましたね。そうなんですよ。先週ちょっと力が入ってたんですけど、結構ね、個人的な感情も入ってましたよね。入ってました。で、今までは自分がこう受け身になって話するばっかり、話を聞くばっかりで、なるほど、そうなんだな、そうなんだな、とか、こうなんだな、俺もじゃあそうしよう、そうやって頑張ろうとかっていうふうに、こう受け身な方で、インプットするばっかりで生きてきましたね。本当に生きてきたんですけど、でも、こうやってYouTube を始めた中で、自分のこうやってることに対して共感していただいたりとか、こう質問が来たりとかっていうのを見ていくうちに、ある程度自分も今までやってきたこととか、生きてきたことを伝えていくことを生きてきた、やってきたことで、これは良かったなと、これは良くないなとかっていうことは、伝えていくべきだなっていうふうに思ったんですよ。なんかこう、やんわりした話はもういいんだけど、そうじゃなくって自分の、やっぱ、俺はこういうふうに思ってるんだよっていうのを、なんか炎上が怖いとかいうわけじゃないけど、なんか批判されるのは嫌だからっていうのもあるのかもしれないけど、そういうこう話とかは結構避けて SNS とかも投稿してたりするんですけど、じゃなくてやっぱりこう、持論は持論で述べるべきだなっていうのに、なんか最近思ってきだして、でそれは今まで生きてきた自分がこう分かってきたことだから残すべきだなっていうふうに思ってきだして、で、それでちょっと前回ですね、ちょっとこう長めに、多めにそういう話もしてきました。で、本当は今日もそんな話を1個ね、入れようと思ってたんですけど、あんまりにもその先週の練習会と今週のこうコラボ配信の話が出てきたから、どっちかといえばこっちかなっていうふうに今回お届けしていったんですけど、また来週とかでもよかったら、自分が思ってる、バドミントンに対して、人生に対しての持論っていうのは伝えていきたいなっていうふうに思ってます。一個思ってたんですよね、本当。今週はこれを伝えようっていうのが、とりあえず試合に出ようやっていうことを伝えたかったのがあったんですよ。本当はですね、そう、試合に出ようやって。よくあるじゃないですか。ちょっとここ行く予定やったら嘘だよね。なしにして。いや、なんか、大会の目標を達成するためにはっていう、本当は今日動画撮ろうかなと思ってたんですけど、大会の目標を達成するためには、とりあえず試合に出ようやとか、打席に立とうぜとか、行こうぜ、やろうぜみたいな話をしようかなってもともと思ってて、これじゃなくてですね、思ってました。それでは来週の予告編になるんですけど、それです。とりあえず試合に出よう。やろうと。失敗恐れるなと。自分が負けた試合とか、空振った試合とかミスった試合とか、そんなにみんな誰も記憶してねえから、そこまで気にしなくていいよと。よりも、まず試合に出る。自分が痛い目に遭う。失敗する。負ける。悔しがる。そこから学べるだろうと。そこを学んでいって、そこから勝ちに行くっていう術を見出しましょうと。中には、ダークホース的に勝ちたいとかいうタイプの人とかっているんですよ。突然現れて突然優勝をかっさらいたいみたいなね。突然出て行って、この人はうまいわねみたいな風に思われたい。そんなのはほぼほぼないので、そんなかっこいい勝ち方なんかほぼほぼないので、それよりも、まず出て、負けて、自分が傷ついて、そこから成長しようぜみたいなことをお伝えしていこうっていうふうに、ことを、今日思ってたんですけど、それはまた次回にっていうことで、一応その予告編です。これだけでも相当熱が入った語りになってしまったけど。そう、出ましょう。試合に。恐れるな、傷つくことを頑張ろう。っていう話です。それはまた来週の話ってことで、一旦話進めていきます。で、今週の動画です。今週の動画は、この報告1でお伝えしていった練習会でのゲーム動画になっています。で、練習会に参加してもらった中の方の一人で、場を盛り上げてくれる人がいたんですよ、一人。これ見てくれてるかな、コバさん。見てもらえてたら嬉しいですけどね。すごい周りに気遣ってくれる、ね、ほぼほぼ年長者の方だったんですけど、大会の動画になります。で、その方とは、2014年か5年とかに初めて、飯塚に行った時の練習場所で知り合って、初めて試合した時には、
全然相手にならなくって、コテンパンに負けたんですよ、自分が。何の球が飛んでくるかもよくわかんない、引きつけて打つっていうスタイルと、球回しが上手さっていうのがあって、全然その時勝てなかったんですよ。2014年か5年の時。で、そこから時を経て、2018年の福岡県社会人の決勝戦で、再びその時に対戦したんですけど、その時もね、まあもちろん相手が強いのもあるプラス、もう自分がもう初めて決勝戦まで上がってきて、ヘトヘト、もうダメですわみたいな感じで当たっていって、で、その時も勝てなかったんですよね。で、そうやって勝てないでずっと来てた人と、この報告1で挙げた練習会に来ていただいて、久しぶりに対戦したんですね。対戦していって、その時、結構、自分的には今まで史上その人と試合する中ではめっちゃいいベストコンディションで臨めて、っていう結果はどうなんだろうっていうところはまだ動画で見ていただきたいんですけど、そういうこう慣れ初めなんかこう生い立ちじゃないや、バックグラウンドがある人との試合になります。で、この人の試合の動画、その試合のプレーの合間になんかちょいちょいこう語るんですよ。なんか独り言じゃない、相手に対して、自分に対してですね、ああだね、こうだね、みたいなことが言いながら試合してるので、これも踏まえて、まあ、動画に残した方が多分面白いだろうなっていうのもあるので、音声拾えてたらいいんですけど、なので、ちょっと長いですけど、21点の2ゲームで終わりました、この試合。ノーカットで最初から最後まで見ていただこうかなっていうふうに思ってます。どんな試合をしたかで、その方の古賀さんですけど、古賀さんのプレーの良さ、どこに打ってくるか分かんない、球回しの良さ、そしてトーク。すごい、もう軽快なトーク、試合しながら。楽しい試合になった、その試合の姿をこれは今週の土曜日にお届けしていきたいと思います。ちょっとまだ編集全然やってない段階なんですけど、そう、編集まだやってない段階なんですけど、明日はちょっとバタバタ明日、明後日で編集していきながら進めていきたいかなというふうに思ってます。はい、一応今日の配信はこんな感じになりますね。ちょっと、今日はいいね、3ついただくことができまして、ありがとうございました、皆さん。大体こんな感じですね。30分から40分、40分ちょい、40分ですね。今日はちょっと比較的淡々と、なんか報告するだけの話になっていたので、淡々と、終わっていくっていう話になります。でも、しつこいけど、このビアボールなかなかおすすめなんで、ぜひぜひ飲んでみてください。ありがとうございます。はい。っていう感じです。じゃあ、これからじゃないですね。週末にかけて、バドミントン、大会がある方も、練習がある方も頑張っていきましょう。自分は、なんかしつけえな。しつけえな。自分は、組み合わせが先週、全日本シニアの組み合わせが決まって、今日に至るまで、多分これからもなんですけど、もう本当、全日本シニアに向けて、かなりなんかモチベーションが前に向いてやってる状態です。まあ、ね、なかなか思う通りにいかない今日の練習のこととかもあるけども、なんていうかな、組み合わせがもう決まってから、なんだろう。そんなに組み合わせが決まって、組み合わせがどうこうっていうよりも、今目の前のことを一つ一つ取り組んで頑張っていってる状態で、結果がどうあるとかっていうのは、もちろん目標としているものはあるにせよ、それ以上に一つ一つ目の前のことをクリアしていって頑張っていこうっていうフェーズになってます、今のところ。本当それはすごい今、前向きに生きていけている一つの糧になってます。でもそうやって考えてたらですね、もう1年早いですよね。11月の後半、下旬のことに対して今もうすでに取り組んでいってるし、毎週こういうスケジュールで行こうねっていうのを準備しながら、計画しながらやってるんですよ。でそんなの踏まえると本当1年ってすぐ経つなっていうふうに思いますね。ちなみに来月の練習会ももうシングルス練習会も
ある程度メンバーが固まってきだしたので、はい、そこに向けてももちろん頑張ろうっていうふうなモチベーションになってます。で、ちなみにですけど、また今度改めてスケジュールをここでバーッと出そうと思うんですけど、11月の全日本シニアが終わって、12月の1ヶ月間はもう回復期っていう期になるので、自分、ほぼほぼもうバドミントン休みになります。休みです。だからバドミントン全くプレイしないってわけじゃないですけど、もう本当に一回ゆっくりしようねっていう休息期になります。休息。で、その期間に、本当だったらやるべきイベントをやってみたりとか、なんかお礼の意味を込めたイベントをやるとか、それこそ去年もやったんですけど、お歳暮を、ここでのやったですね、お世話になりましたで、プレゼント企画とかっていうのもチャンネルでやったんですけど、そんなのもやっていこうかなというふうに思ってます。12月ですね、イベントごととして、チャリティーバドミントン大会っていうのを開くのがもう今決まって、今準備進めてます。で、そして、今年20回目ぐらいになるのかな。多分日本で唯一のバドミントン婚活イベント、バドミントンコンパですね。土井が主催、土井が司会進行でやっていくバドミントンコンパも12月10日にやるのが決まってます。はい、私が婚活のお世話します。お前、自分の婚活どうにかせよって思ったりすると思うんですけど、いや、ちゃんとそれはそれでお世話します。バドミントン婚活イベント12月10日やります。そして、お世話になった皆さんへってことで、パーソナルレッスンを無料でやってみたりとか、何かしらのそういうお土産企画じゃない、やってみたりとかも考えてます。で、そんなんやりつつの12月の一番最後には、自分が旅バドミントンをやり始めた最初の場所の鹿児島県の与論島に12月の下旬、一番最後ですね、25日から行って、そこでバドミントンのレッスンしたりとか、教室やってみたりとか、一緒に練習したりとかっていうのをして、最後のバドミントン、今年のバドミントンを締めくくって、で、そこで持ち帰ったお土産をこのチャンネルで、わーっとお土産企画で出そうかなっていうふうに思ってますので、またその辺、見てください。そういう感じでちょっと12月のことも考えたりしてます。それもまたチャンネルの中でお伝えしていきたいと思いますので、ぜひぜひ、その時も見て、で、お土産企画の時は、もう申し込みもたくさんしていただいて大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、次回の告知などなどもしていきながらの、今日のライブ配信、そろそろ終わりにしていきたいと思います。今週週末の大会ある方もいると思います。で、週末練習ある方もあると思います。で、自分も今週の週末は、ちょっと下関の方に武者修行に行く予定になってます。バドミントン、お互いこれからますますの発展を祈って、最後に乾杯して終わりましょう。それではライブ配信、今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。乾杯。ありがとうございます。それでは終わります。